今日私はハーレー・ダビッドソンが主催しているニューモデル X350、そして X500 の試乗会に参加しています。試乗会場がハーレー・ダビッドソンのオフィス周辺ということで、ここを走っていても今のように信号待ちばかりということになりそうなので、まずはこの新宿の市街地を走りながら ETC なしで入れる入り口を探して首都高に入りたいと思います。まだハーレー・ダビッドソン・ジャパンのオフィスを出発して数キロ走っただけなのですが、エンジンをかけて乗り込んだ印象としては、もうこのモデルに関してはハーレー・ダビッドソンのイメージを捨てた方がいいと私は思います。また先ほど軽くこのモデルについての説明があったのですが、その中でもですね、このモデルに関しては過去のハーレーと比べてどうかということはさておき、今日試乗するのは2台のバイク X350 と X500 であるわけですが、フラットにその2台のバイクを評価してほしいという声がありました。ハーレー・ダビッドソンというとスポーツスターの883がそれに該当するかどうかちょっと微妙なところですが、それ以外のモデルに関してはエントリーモデルに関して言うと過去結構苦戦しているというイメージがあって、このモデルによってですね、そういったイメージというか、これまでのね、歴史を塗り替えることができるかどうか、そのあたりもこのモデルの注目ポイントではないかと思います。それでは今回試乗したハーレー・ダビッドソン X350 の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 2110mm、シート高は 770mm、最低地上高は 143mm、レイク角は 24.8 度、トレール量は 100mm、ホイールベースは 1410mm、タイヤサイズはフロントが 120/7017 インチ、リアが 160/6017 インチ、車両重量は 180kg となっています。燃料タンクの容量は 13.5 リットル、エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ DOHC 直列2気筒、ボアストロークは 70.5mm×45.2mm で総排気量は 353cc、 圧縮比は 11.9 で最高出力は36馬力8500回転、最大トルクは31ニュートンメーター7000回転となっています。またトランスミッションは6速リターンです。メインフレームはスチール製のトレリス構造で、エンジンを車体の強度メンバーとして活用するダイヤモンドタイプ、フロントフォークは 41mm 系のインナーチューブを持つ倒立タイプで、伸び側のダンパー調節が可能。リアのショックアブソーバーは大きくレイダウンされ、車体の右側にオフセット、こちらは伸び側のダンパー調節とプリロード調節が可能です。フロントはウェーブ形状のローターを持つセミフローティングタイプのダブルディスクブレーキ、キャリパーは対向4ピストンタイプを採用しています。リアも同じくウェーブ形状のローターを持つシングルディスクブレーキで、こちらのキャリパーはシングルピストンとなっています。運転席周りのデザインはご覧の通りです。短めのテーパー形状のバーハンドルを採用し、左右のスイッチボックスもオーソドックスな構成となっています。メーターパネルはオーソドックスなアナログ式を採用しており、液晶表示部にはエンジン回転数、オドメーター、トリップメーター、時計などの表示が可能です。シートはシングルシートを連想させるスポーティーな形状を採用。左右のステップ形状はご覧の通りやや特徴的なものとなっています。すべての透過器類には LED を採用しています。身長179センチの私がこのバイクにまたがってごく自然なライディングポジションを取ると、テーパー形状のバーハンドルを採用していることからも、私はもうちょっと幅広なのではないかと思っていましたが、この両手のこのグリップの幅、そうですね、広くないというよりはむしろ若干狭めと言えるかもしれないですね。私自身もこのテーパー形状のバーハンドルでこんなにグリップの幅が狭いモデルは過去記憶がないぐらい。あとこのようにですね、若干肘に余裕を持たせてハンドルバーを握ると、ライダーの上半身はごく軽い前傾といったあたりでしょうか。私の体格ですと、そうですね、上半身の前傾度は背骨の角度でいうと5度ぐらいでしょうか。
もうちょっと浅いかもしれませんけれども、1桁台であることは間違いないと思います。あと、この両足を置いているステップの位置がこのモデルはとても特徴的です。どうしてもハーレーというと私はステップがもうちょっと前についているイメージがあるのですが、このモデルに関しては結構バックステップと言ってもいいぐらい後ろにあるんですよね。ですので乗り込む時にちょっとこのステップを探してしまったぐらいです。あと今私は両方のステップから足を真上に持ち上げてみているのですが、どれぐらいですかね、4、5センチ上がればいい方といった感じですので、膝周りも結構タイトなライディングポジションですね。下半身はこのステップに足を乗せるとギュッと決まってしまうという感じです。この辺りからもこのモデルが目指している方向性というのがなんとなくわかるような気がします。今信号待ちで止まっていますが、このエンジンの音わかりますかね。フィーリングもこの音の通りという感じなんですが、これまでのハーレーとは全く違うエンジンと言って良いと思います。首都高の環状線に乗りました。先ほど質問したところではこの X350、X500 のクランクの位相、角度については360度ということで、私はやはりハーレーなのでエンジンのフィーリングを大事にしてやはり360度を採用してきたかと思ったのですが、それは大きな間違いだったようです。こうしてある程度の速度で巡航している状態だと、このエンジンは360度クランクなのかということがちょっとにわかには信じられない。むしろ超スポーティーな180度クランクといっても私は納得するんじゃないかというぐらい、それぐらいですね、この並列2気筒エンジンはスポーティーなフィーリングに満ち溢れています。これまで他の車両でコメントしてきた通り、例外はあるとは思いますが、360度クランクの並列2気筒エンジンというのは、どちらかというとその豊かなバイブレーションを楽しむテイスティーなバイクに向いている。その一方で180度クランクを持つ並列2気筒エンジンというのは振動が少なく吹き上がりが良いので、どちらかというとスポーティーなモデルに向いているとコメントしてきましたが、このモデルは360度クランクでありながら乗ってるフィーリングはもう何と言えばいいのか。そもそもこうして乗っていると並列2気筒っぽくもないんですよね。並列4気筒エンジン、直列4気筒エンジンとまではちょっと言い過ぎかなと思いますが、このように乗っているフィーリングとしては3気筒エンジンにちょっと似ていますかね。このハンドルバー、グリップに伝わってくるちょっとざらついた感触とか、このエンジンの吹き上がる様子、そしてスロットルをパッと開けただけでライダーが望むトルクがすぐに発生するというこのキャラクター、こういうところを考えると直列3気筒エンジンにフィーリングはとてもよく似ていると思います。直列3気筒エンジン独特のヒュルヒュルという笛のような音は混ざっていませんが、乗っているフィーリングは本当に直列3気筒エンジンに近いといった感じ。あと今回私はあえてこのモデルのスペックシートには目を通してこなかったのですが、エンジンはこのクラスのバイクの並列2気筒エンジンとしては相当パワフル、トルクフル、そしてなおかつスポーティーであると思います。ちょっと交通が混んできたのでいつもやっていますが、エンジンに少し意地悪をしてみましょうか。ちょうど止まりますね。今なんとここもしかしたらちょっと下ってるのかもしれませんが、トップギアでも発進することができました。あれおかしいな。いやトップギアですね。トップギアに入ってましたね。これトップギアですね。信じられないですね。
トップギアでこの速度、今だいたい30キロぐらいですが、エンジンは全くギクシャクすることなく発進すらできてしまうというものすごい守備範囲の広さ。ハーレーとしてはこのバイクを免許取り立ての方が選ぶ最初の1台として見てもらえると嬉しいということだったんですが、さっきの通りトップギアですら発進できてしまうということですから、確かにね、こう免許取り立ての方というのはこの渋滞に揉まれている時のストップ&ゴーが結構苦手な方が多いと思いますが、そういった場合でもギアが何速であっても発進できてしまうようなエンジンの守備範囲の広さがあれば、そういった方々にもまさにぴったりのモデルだと思います。この 350cc そこそこのエンジンでこんなことができるモデルは過去あっただろうかという気がします。ちょっと記憶にないですね。先ほどはさすがにハンクラッチを使っていましたが、今この20キロ台の速度でクラッチ、このように完全に手を離していますけれども、開け始めの時に若干ガタガタありますけれども、それでもさっきも言った通り6速でこのノロノロ運転をこなせるというのはちょっと驚異的だと思います。あとこんな状況なので、先ほどからトランスミッションのタッチを確認しているのですが、私の好みはもうちょっと明確にカチッとしたタッチが良いのですが、慣れれば問題ないと思いますが、私はトランスミッションのタッチが少しソフトに過ぎるかなという気がします。あとこういったノロノロ運転の中で感じられる車体の安定性についてですが、そうですね、私はこの車両に関してはそれほど安定性重視というわけではないような気がしています。もちろんこのように安定して走ることは可能ですが、先ほどから速度が上がらない状況が続いているので何とも言えませんが、かなりスポーティーな方向を目指している車体なのではないかと思います。前後サスペンションの感触もややハードめといった感じがします。路面のつなぎ目などを乗り越えてもそれほど前後サスペンションのストローク感は多くはないと思います。ちょっとエンジンを回してみます。これ今3速です。エンジンは本当によく回ります。回している時の感触もやはり3気筒エンジン、直列3気筒エンジンにそっくりです。これ2速、分かりますかね。音も経験豊富な方は分かると思いますが、ちょっと3気筒っぽい音ですよね。これ2速、音もなんか少ししゃがれたドライな排気音という感じで、相当スポーティーな音だと思います。首都高のカーブなので大したことはありませんが、コーナリングしている時のフィーリングとしてはどちらかというと結構前輪荷重を重視した設定かもしれないですね。こうして乗っていてもフロントタイヤの仕事量が多めであるようなフィーリングが伝わってきます。はい、そして今は下道なんですが、ブレーキはレバーの握り応えは結構ある方なんですが、制動力自体は比較的穏やかといった感じがします。エンジンや車体の設定などがこれぐらいスポーティーなモデルなので、私はもっとカツンと効くのかなと思いきや、この辺りは比較的というかかなりマイルドに仕上げられているといった印象です。そして今リアブレーキを引きずっているのですが、リアブレーキも傾向としては同じような感じですね。踏み応えあるんですけれども、
そこからぐんと制動力が高まってくるというよりは、そこからこうスーッと行き始めるといった感じ。首都高でもコーナリングの感覚などは味わえないので、せめてと思い今ちょっと車体を横に振っているのですが、前後の足回り、そしてタイヤは往路であまりストローク感はないと、比較的固めだと言いましたが、タイヤが結構粘ってくれているというか、グリップしてくれているような感触があって、安心感はとても高いです。それにしてもエンジンは本当によく回ります。このモデルの最大の魅力はハーレーらしからぬと言っていいと思いますけれども、このモデルの場合はこの360度クランクとは思えないぐらい回りっぷりの良いシャープでスポーティーなこのエンジンであろうかと思います。あとシートの座り心地に関しては私はやや硬質固めだと思います。これだけスポーティーなモデルですので、こういった座り心地でもいいのかなとは思いますが、今日は試乗時間がとても短いので何とも言えませんが、もしかしたらロングツーリングはちょっと厳しいかなという感じもします。このシートの着座位置の前後の自由度も全くないわけではないですが、ほぼないと言ってしまってもいいと思います。ただシートの段差が明確についているので、このようにスロットルを大きく開けた時にはライダーのお尻から腰をぐっと支えてくれるので、こういったスポーティーなバイクのシートとしては、私はなかなかよくできているのではないかと思います。ちなみにこれだけスポーティーなエンジンなのでそれは仕方ないと思いますが、発熱量はなかなかのもので、お気づきの方もいるとは思いますが、カメラの位置を変えました。今日は GoPro2 台つけているのですが、熱で2台とも止まってしまうという事態に陥りました。もう気温としては結構低くなってきているのに GoPro2 台とも止めるぐらいの発熱量があるということで、その点だけはねちょっと注意が必要かもしれません。今日はね首都高に乗れば少しは走れるのかと思ったんですが、ご覧の通り交通量が多くて、今日の試乗インプレッションはほとんど第一印象のみをお伝えするにとどまったと思いますが、ただこの首都高の渋滞に揉まれたおかげでこれだけスポーティーなエンジンでありながら、エンジンはものすごく守備範囲が広いということが分かったので、それは一つ収穫ではないかと思います。このモデルはハーレーダビッドソンの中でも比較的購入しやすい価格で提供されるモデルだと思うので、装備品については豪華なものは一切ないと言って良いと思います。ただこの左右のレバーに角度調節のアジャスターダイヤルがブレーキレバー、クラッチレバー側ともについているというのはとても好感が持てるポイントだと思います。あとこのモデルはこれだけエンジンがスポーティーなので、ご覧の通りシンプルなスピードメーターしか装備されていませんが、私としては、オプションで多分設定されているとは思いますけれども、タコメーターが欲しいところだなと思います。個人的にはタコメーターがもしあるのであれば標準装備でも良いと思います。ということで今日はこれから X500 も試乗しますが、ハーレーダビッドソン期待のニューモデル X350 に試乗しました。それでは。